皆さんおはようございます。エモトラベルです。今日はラオデキア遺跡ってところに行きます。なんか2022年に一般公開がされた遺跡で、2003年に発掘されたトルコの最近の観光名所の一つですね。で、昨日行ったパムッカレと、なんだっけあそこ、ヒエロポリスか。ヒエロポリスの行きの途中にあるので、今回もバスターミナルからそっち行きのバスに乗って向かっていきます。それではよろしくお願いします。昨日の行かれたパムッカレの物価を考えると、ラオデキアがどうかわからないので、とりあえず昼ご飯にパン屋をデニズリで買っていきます。今回はパン3つ。美味しそうだ。パン3つで95ラリなのでかなり安いですね。リラ。なので、だいたい500円弱ぐらい。ハイパーインフレーションを起こしている国の中だと相当安い。素晴らしい。いつものバス停来ました。76番あたりにだいたいパムッカレ行きが止まってるんで、ここに乗れると行けますね。で、パムッカレの途中にラオデキアがあるので、今回は多分途中で降ろしてもらう形になるでしょうね。パムッカレ行きのバスから途中下車させてもらって、ラオデキアの前で降ろしてもらいました。標識で見る通り、左に向けばラオデキアがあるようなので、歩いて向かいたいと思います。はい、よろしくお願いします。トルコの人ってめっちゃ優しくて、例えば今日のバスもそうだったんですけど、こっから遠いからタクシー雇うのをおすすめするよとか、帰りはタクシーを使うといいよっていうのを教えてくれたりとか、あとは昨日だとお酒を買った時に、このお酒は強いから注意して飲んでねと、なんかいろいろ教えてくれるんですよね。それは国民性を表しててめっちゃ素敵です。優しい。トルコの人は本当に優しい。グッと。歩いてるとまさかのバス停見つけました。これデニズリまで行けんじゃね？ちょっと聞いてみるか。ジャポンや。ヤポン。いや、確かにデリム。大丈夫でしたね。デニズリ行きの、公共バスが走ってるみたいです。ドルムシュですね。ただ、ドルムシュってカードないと乗れなかったかな？どうだったかな？見てみますか、来た時に。ラオディキア発見しました。やったー。降りてから徒歩10分ぐらいで入り口まで来ましたね。かなり近い。よかったよかった。さて、昨日、なんですかね、ラオデキア分のチケットも買ってたので、そのまま入ります。今現在だと、パムッカレとヒエロポリスとラオデキア込みで、3日間有効なチケットが40ユーロだったかな。になってました。でもちょっと高いよね。さて入っていきます。案内図はこんな感じ。見どころのラオデキアチャーチが750メートル先。で、その間にテンプルとエビがあるんで、そっちも通っていきます。景色はもうね、壮大というか広大というかなんもないっす。空が広すぎる。そして我々以外徒歩の人は全くいませんでしょうねっていう。一応ここも世界遺産なんですけどね、かなり有名な。最近公開されたばっかなんでまだまだって感じなんでしょうね。行きましょう。なんか遺跡っぽいとこ来ましたね。丘の上にあります。なんだろうな、これは。どっかに説明があればいいんですけどね。特に何も書いてないね。遺跡から木が生えてて、こういったアーチがありますね。これはどうでしょう。とても絵になりますね。今まで映していたのは、バス、ハマムだったそうですね。なのでお風呂ですね。4つお風呂があったみたいです。全然わかんなかった。ここのラオデキアなんですけれども、紀元前5500年頃から人が住み始めて、紀元前261年頃に都市としてラオデキアが建設されたらしいですね。なので、2000何百年以上前の、遺跡ですね。面白いな。他にも、イエスの使徒ヨハネが手紙を送った7つの教会の一つ、ラオデキア教会があるっていうので、それが結構有名みたいですね。建物内にはカフェもありますね。カフェの近くにはトイレと駐車場もあります。歩いてきてるのは私たちだけですね。入ってちょっと話したり価格見てみたんですけれども、パムッカレのカフェとかと値段は変わらないですね。コーラがだいたい500円ちょいぐらい。330ミリで。カップヌードルは650円。そんなもんです。ここは結構観光地価格は割とトルコマジで容赦ないのでそうそう。自分で水持ってこないと結構やばいです、ここは。今日は昨日の反省を生かして 2.5 リットル水持ってきてるんですけど、はてさて持つかどうかですね。荘厳なストリートが向こうまで広がっています。ここって2000年以上前は街だったって考えると、やっぱり石造りでも結構
なんですかね、瓦解したり破損したりするんですね。もうほとんど後は残ってないです。大きさ的に今手前に広がっている場所は多分住居とか町というか村なのかな。屋根がついてたエリア、遠くから見えてて結構気になったエリアなので入っていきます。ぐるっと一周してやっと入り口がありました。さて、入っていきます。ハイヒールで来ちゃいけないそうです。さて、もちろんユネスコ登録の世界文化遺産。中には絨毯が引かれてますね、この都市。面白いな。中に敷かれてるこの絨毯の模様のようなやつはこれ石ですね。これだけ形状がしっかり残ってるのはすごいな。それは屋根つけるわ。中から見るとやばいな、これ。こんだけ綺麗な状態で保存されてんのすごいな。壁とか絵ありますもんね。ここは祭壇みたいですね。こちらは洗礼堂になってるようですね。いろいろあるなぁ。ここ一つ切り取っただけでもかなり見どころが多いです。なんと目の前のここトイレみたいですね。これどうやるんだろう。下に滞留する、下に落としていくのかな。どうなってんだろうこれ。例のラオデキアのチャーチへの手紙が、ヨハネの手紙がありますね。こっちがその中身の一つなのかな。で、三角形、エフェスとパーガマムなのかな。で、あとこのラオデキアで三角形のフィラデルフィアみたいなのがありますね。右側がチャーチ、教会ですね。さっきまでいた場所が教会で、左の映えスポットがテンプルになってますね。で、奥にはシアターがありますね。で、ちょっとテンプルの方は今観光客の方が結構見てらっしゃるので、先にシアターの方に行ってみます。でけー！これまだ3分の1ぐらいしか見てないですからね。これなんだろうな。ここはペリスタイルハウスウィズチャーチって書いてますね。チャーチついてますね。チャーチっぽいね。チャーチっぽいですね。あれはチャーチですね、多分。ここはさすがにチャーチだな。なんかダンジョン感あっていいっすね。ここは、ヒエロポリスの古代劇場に似てますね。かなりでかいシアターですね。ただこっちの方が劣化は激しそうです。ただ荘厳ですね。めちゃくちゃ綺麗。相当でかいですよ、これ。ちなみにこのシアターなんですけれども、収容人数は12,000。昨日言ったヒエロポリスの古代劇場よりかは収容人数がちょっと少ないですね。昨日言ったところは15,000から2万って書いてましたね。この辺一帯はアゴラっていう集まる場所だったようですね。もうほとんど崩れちゃってますけど、あの柱が全部こう繋がって、ポールというか、もう一つのとても大きな建物になってたみたいですね。ラオデキアのもう一つのシアターに着きました。結構大きい。ただ、こっちの方がだいぶ整備されてて綺麗ですね。状態が非常に良い。で、ラオデキア遺跡はまだまだ全然発掘の途中なので、検機とかがあります。で、今こっちを発掘してるんでしょうね。こっち側を。アゴラーゲイン。しかし、一個一個がとてつもなくでかいですね。1世紀から5世紀までが、この町が最も大都市だった時のシーズンで、6世紀にイスラム教徒とそのなんか大地震とイスラム教徒の信仰で、ここが全部廃墟になっちゃったそうです。ここが見どころの一つのテンプルですね。観光客めっちゃいる、ここだけ。どういうこと？昼過ぎると増えてきますね、観光客。びっくりする。テンプルを奥まで進むと、オブザベーションデックがありますね。ここからまた、左側を見れば、パムッカレが見えます。なんか埋まってる。下になんかあるの。うわ、怖っ。円形の何かが埋まってるね。ここのオブザベーションデスクは、ぐるっと回ると、全部がいい感じに見える場所に来てますね。いいね。ラオデキア遺跡の奥の方に来たらなんかおっさんがいた。ラオデキア水峰ってなんか下が、あそこの下がどうもダムとか水溜めになってんのかな。最後の最後にいいもの見つけましたね。さっきの図ですけど、
3で復元されるとこんな感じになるみたいですね。しかしこれは誰だろう。ニーファエム帝のトラジャン帝って書いてましたね。なんだろうな。誰だろう。先ほどの水砲の神殿っぽいやつを後に、最後にスタジアムを探してるんですけど、あんまどこにもないですね、周りに。いやー、道なき道を嗅ぎ分けて、ラオデキアの隅の隅。やっとありましたよ、スタジアム。ここでしょ、絶対。あの辺にちゃんとスタジアムがありますね。よかった。ここ全体スタジアムだ。でかい。道とか全くないし、車も通れる場所ないんですけど、ありましたね。いやー、よかったよかった。ラオデキア遺跡、どうだったでしょうか？最高！やったー！ヒエラポリスと比較すると、すごく良くて、ラオデキア遺跡はまだ、発掘途上の遺跡なんだなっていうのがよくわかります。なるほどね。確かに昨日行ったヒエラポリスはもう発掘され尽くしてて、もうなんか観光地として完成してたけど、ラオデキアはなんかこれからって感じだからなんか、楽しいよね、来ててね。そうね、まだね、遺跡が土に埋まってる様子だったり、遺跡の中に木が生えてたりして、これが発掘前の、まだ人に見つかる前の遺跡ってこんな状態なんだなっていうのがよく想像できます。確かに。トルコに来た際、パムッカレに向かう際は、ぜひ立ち寄ってこっちに来てみてもいいかと思います。それでは、ラオデキア遺跡からチャンネル登録よろしくね。ではではまたまた。